この絵を描いた人の思考や作業過程、あるいはメッセージみたいなものを少しでも多く想像し、その時間を有意義なものにすることができたら、それこそ本当に面白くて素晴らしい絵の証だと思います。今回のドローチューブはリノツナさんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。最初キーワードをお伝えいただいたときは、ネオン色でエネルギッシュな雰囲気を感じられる空間や状況としてカーレーシングを思い浮かべました。凄まじい速度で疾走する車や大勢の観衆で埋め尽くされたスタンド、大きな声援の音を絵で表せばエネルギーが伝わりやすいのではないかと考えました。とにかく韓国のアーティストたちを取り上げた本なので、ソウルの雰囲気を前面に出した方がいいだろうと思いまして、本を手に取った人が韓国によくあるような路地などを見ればさらに親しみを感じられるのではないかと思い、アイデアを練りました。その代わりネオンの色や色味などは思い切ったものを選んで、慣れ親しんだ景色でありながら少し活気のある新鮮な雰囲気にしたかったのです。そのためファッションショーに登場するような誇張された衣装ではなく、警察や泥棒服みたいに身近な衣装を元にしつつ、色味などは思い切ってやってみたかったんです。はじめは2人くらいは必ず登場させたいと思っていて、その2人がどんな関係でお互いにどんなポーズをとっているかを真っ先に考えました。そこで2人が背を合わせているポーズにしてみようと思い、その後この2人を上から見るかそれとも下から見るかを考えながら、全体の対象の配置を一番最初に考えました。警察官の女の子は模範的に育ち、警察の仕事を教本通りに習ったキャラクターにしようと思いました。泥棒の男の子は全く本を読んだことのないキャラクターにした方がいいだろうと思いました。一見2人の性格は正反対に見えるかもしれませんが、色味や表情においては共通点があり、不思議な匂いを漂わせた可能性を秘めた関係にしようと考えたのです。男の子はいつでも逃げ出せそうな、どこへ飛び出すかわからない性格にした方がいいだろうと思いました。そのため特にこれといったことを考えていないかのような表情にしたのです。女の子は制服を着ていて、すべて自分の計画通りに動いているため、特に感情の変化はなく、事務的に物事を考えているのではないかと思います。繁華街の賑やかな雰囲気より、その裏側の張り紙が剥がされた跡とかさまざまな痕跡が残っているイメージの方が、イラストをアップするサイトのピクシブや SNS に向いているのかなと感じました。なので絵に描かれている対象が多少雑だとしても、それらがないとどこか虚しいような、そういった雰囲気がどうしても路地裏みたいに感じるのではないかと思います。本をご覧になる方も監視カメラを確認する人のように、
ページを一枚一枚じっくりと見るだろうから、表紙にダイナミックなイラストを1枚載せるより、監視カメラの画面のように上からじっくりと見るような構図にしようと考えました。警察官と泥棒という関係であるため、初めはこの2人の逃走劇といった具体的な状況はどうかと考えましたが、そうするとイラストのストーリー性が強調されすぎる懸念がありました。そこでキャラクターがじっと見つめられているような構図にしようと考えた結果、監視カメラを眺める人たちという設定にたどり着きました。パーセンテージで見るとネオン色はもともとすごく目立つので、ネオンがはっきり見える部分を減らして全体的に無彩色や白、黒を基調にしながら、ポイントになりそうな箇所はほとんどネオン色にしようと思いました。人物についてはネオンをポイントカラーとして多く入れました。背景の場合は影に隠れてしまう部分が多いので、広い範囲にネオンを使い色味のバランスを取るようにしました。白や黒についてはネオン色ばかり使うと薄緑色だらけになりそうでしたので、反対色であるピンクも同時に使いながら全体の色のバランスを取るよう心がけました。普段絵を構想するとき、全体の9割までは構想しておいた方が楽な気持ちで本作業へと移ることができます。今回の絵もラフ段階ではかなりラフですが、こういう要素も入れた方が良さそうだと思ったものはほぼ完成させてから本作業に入りました。個人的な欲を言えば、チラシや植木鉢、落書きなどの背景に入る目立たないディテールを入れるときに、この本に作品を載せてくださった方々の痕跡みたいなものをこっそり散りばめて、表紙をじっくり見るとわかるような隠し要素をたくさん入れたかったのです。そのため一つ一つの絵に入る細かい道具を描く際にも、意味のないものは入れないようにしようと考えていました。表紙に登場させた人物たちもそうですが、僕が背景に散りばめたさまざまなディテールを時間がある時にじっくり見てもらえたらいいなと思っています。先ほども言いましたように、チラシや紙などの要素をばらまく際にも意味のないものは入れたくなかったので、一つ一つ思いを込めて書きました。本を楽しんでいただいた後、表紙などをじっくり見る時間がある時に、どのような理由でこれを入れたんだろうと考えてみるのもいいアイデアにつながるのではないかと思います。キャラクターの衣装やコンセプトだけでなく、背景やキャラクターの体型の特徴なども大いに強調し、より幅広いアイデアや雰囲気などを表現していきたいと思っています。今は最も楽で慣れ親しんだ方法でデジタル作業をしていますが、もう少し絵画的なスタイルや慣れていないスタイルなども取り入れて、さまざまな方にいろいろな形で僕の絵が伝わることを望んでいます。今後機会があればライブ 2D やアニメーション、3D など表現の幅がもっと広がればいいなと思っています。僕が思うに、絵というのは言語と似たような働きをしていて、時には言語よりも大きな威力を発することがあります。絵の完成度や密度、クオリティを問わず、作家が見る側に見せたい、聞かせたいメッセージが最も正確に伝わるイラストこそがいい作品だと思います。
なので見る側が単に絵を鑑賞するだけでなく、この絵を描いた人の思考や作業過程、あるいはメッセージみたいなものを少しでも多く想像し、その時間を有意義なものにすることができたら、それこそ本当に面白くて素晴らしい絵の証だと思います。だから僕も今後、立派な作品一つで人々の記憶に残るのではなく、一枚の絵だけどたくさんのことを考えさせられるような素敵な作品をたくさん作りたいです。絵を描く一つ一つの長いプロセスが楽しく、その絵を後に時間が経ってからもっと素敵なクオリティに仕上げることができても、もう一度見返した時に描いた当時を楽しく思い出すことができれば、自分でもいい絵が描けたのではないかと思います。絵を描く時にこれでいいやと思ったものより、全力でエネルギーを注いで完成させたものの方が好きです。逆に言えば、絵を描く過程があまり印象に残らなかったり、急いで仕上げたりした絵は個人的にすごく惜しいと思いますね。ピクサーが手掛けたアニメーション映画の中で、レミーの美味しいレストランが特に好きです。ネズミが料理をする話ですが、そのネズミが作った料理を映画の最後の部分で評論家が口にしてから語るナレーションの中に、誰もが偉大な芸術家になれるわけではないが、誰が偉大な芸術家になってもおかしくはないというセリフがあり、それを大変気に入っています。僕も絵を趣味としていて、絵が好きなだけの普通の人でしたが、好きなことを一生懸命やっているうちに、今のようにインタビューを受ける機会が得られたことに大変驚いています。多くの方が僕の名前や絵を覚えてくれて応援してくださることに常に感謝しながらペンを握っています。この本を読んで僕の伝えたいことを聞いてくださる方の多くは、絵を描いていて楽しいこともある一方で、辛い瞬間も悩みもたくさんあると思います。後に自分が描きたい絵を描いた時に、その時の労力が報われたという気持ちになるくらい楽しく絵を描ける日が訪れることを願っています。僕も今後一人のアーティストとして多くの方々の支えになれるような絵を描き、誰かのインスピレーション、あるいは力になれるアーティストとしてこれからも活動に励みたいと思います。